皆さんこんにちは、よぞです。今回は誠と行動を共にするシーズ2人目のメンバーゆかりの性能を解説したいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ゆかりは疾風属性のヒーラー。ゆかりは回復とバフを両立し、さらにシーズ独自のギミックであるテールギアの発動をサポートする能力を持っています。スキル1は相手に疾風属性のダメージを与え、相手を風霜状態に、さらにゆかり独自のデバフである風食状態を2ターン付与します。味方が風食状態の敵を攻撃するとき、その攻撃の間味方の攻撃力がアップします。そしてゆかりのターン1回につき1度まで味方全体を回復し、ゆかりは風の調べというポイントを獲得します。風の調べはスキル3で消費します。スキル2は3ターンの間味方全体の被ダメージを大きく下げ、さらにメインターゲットの攻撃力と余ダメージをアップします。耐久とダメージを兼ね備えた便利なスキルですね。そしてスキル3は味方全体の HP を回復し、風の調べを1層消費するごとにメインターゲットの味方のテールギアゲージを 17.5% アップします。そしてその味方の次のテールギアの攻撃力がアップします。シーズメンバーは1ターンに 35% テールギアをチャージするので、風の調べを2層貯めることでテールギアを1ターン分チャージすることができます。そしてゆかりのテールギアは敵単体に疾風属性のダメージを与え、2ターンの間味方の余ダメージをアップさせます。さらに敵のバフを2つ取り除き、風霜状態、風食状態を付与します。敵のバフを取り除くスキルを持ったキャラクターはゆかりが初めてですね。ゆかりの支援スキルは味方単体のデバフを1つ削除するという能力です。戦闘中1回しか使えないため少し心もとないですが、デバフを持った相手にも対応することができます。ゆかりの使い方ですが、まずは風の調べを貯めるためにスキル1、スキル2の順番で発動。それ以降はスキル3、スキル2の順番で発動し、味方のメインアタッカーのテールギアを貯めてあげましょう。ゆかりはテールギアに必要なゲージの量が低く、2ターンに1度テールギアを使うことができるため、テールギアのみで風食状態を維持することができます。ゆかりのスキル一覧がこちらになってます。ゆかりは戦闘に参加しているだけで味方のハイライトとテールギアの余ダメージを 45% アップする能力、またゆかりの攻撃力に応じて最大 HP をアップする能力を持っています。ゆかりのバフと回復は攻撃力に依存しているので、攻撃力を上げながら HP も担保できるのはありがたいですね。味方を回復しながらテールギアをサポートしていくのがゆかりの特徴です。ゆかりの武器効果一覧がこちらになってます。星5武器は風食を攻撃した際の自動回復量が上がり、さらにスキル3を使うとき風の調べの数だけ味方の余ダメージを追加でアップする能力を持っています。ただヒーラーなだけあって余ダメージアップの量は控えめです。星4武器には余ダメージアップがなく、スキル3の回復力がアップする能力だけついています。ゆかりのおすすめゲージカードセットがこちらです。ゆかりは誠実と執着のセットが強力になってます。執着のセットで攻撃力をアップしてゆかりのバフ回復の量を確保し、さらに誠実とのセット効果で味方の余ダメージをアップできます。ゆかりは攻撃力4000程度でバフの量が最大になるため、攻撃力を最優先で上げてあげましょう。残りのステータスは回復力や貫通を優先してあげると良いと思います。空想状態を付与するため効果命中を少し上げてあげるのも悪くないですね。ゆかりの凸効果一覧がこちらになってます。ヒーラーですがバフ能力をアップする凸効果が揃っていますね。1つ目は戦闘開始時風の調べを2層獲得し、テールギアが 70% の状態でスタートします。戦闘開始時からテールギア、そしてスキル3を使えるようになるわけです。そしてさらに味方にスキルを使った時貫通を 20% アップさせる効果までついてきます。2つ目はテールギアを使った時ゆかりは精神異常耐性を獲得し、さらに味方のクリティカルダメージを 30% アップします。ヒーラーが精神異常耐性を持っているのも嬉しいポイントですね。4つ目ではテールギアを使った時 HP が最も低い味方の HP を小回復し、さらに味方全体の余ダメージを 10% アップします。そして6つ目はスキル3によるテールギアの回復量がなんと倍になります。ゆかりが6突していると誠であればテールギアを毎ターン打つことができるようになるため、こちらは非常に強力な突になってますね。ゆかりは1突がかなり強力になっているので星5武器よりも突を優先した方がいいです。それではゆかりのおすすめパーティー編成についてです。ゆかりはその性質上とにかくテールギアの回転率を上げることに特化しているため、シーズメンバーと一緒にパーティーを組むのが基本になります。現状誠しか存在していないため誠場のヒーラーとしてゆかりを採用してあげましょう。ゆかりを採用してあげると誠は2ターンに1度テールギアを使えるようになるため、テールギアとスキル3の火力が大きくアップすることになります。
それではゆかりの強み弱みについて紹介していきましょう。ゆかりの強みは何といってもテールギアの回転率を上げられる点です。現状シーズメンバーが少ないので何とも言いませんが、テールギアはシーズメンバーのスキルの中核を担っていることが予想されます。それを通常より多く使えるというのは大変強力な性能ですね。そして相手のバフを解除できるテールギアも唯一無二の性能になっています。現状活躍する場面は少ないですが、特定のボス高難易度に対して高い能力を発揮することになると思います。ゆかりの弱みはその特性上シーズパでしか採用の機会がない点ですね。とにかくシーズのキャラクターのテールギアの回転率を上げることに特化しているため、シーズのメンバーをメインアタッカーとして採用しないパーティーでは他のヒーラーの採用が優先されます。そして他のヒーラーが非常に優秀な点もマイナスポイントになってます。P5X のヒーラーは現状チェリッシュとマリアンが2トップになっており、2人は工場キャラクターで凸も進めやすくなってます。ゆかりは現状シーズキャラクターが少ないこともあり採用機会が限られてしまっていますね。ですがテールギアの回転率を上げられるという能力はおそらく唯一無二になるので、これからのシーズキャラクターの実装でどんどん評価を上げていくと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゆかりはテールギアチャージ、そしてバフ解除と唯一無二のギミックを持ったヒーラーになってます。現状評価はあまり高くないですが、これからどんどん評価を上げていくキャラクターになってくると思うので、引いてあげる価値は十分にあると思います。そして何よりめちゃくちゃ可愛いですからね。これからのシーズメンバーとのシナジーに期待していきましょう。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。